皆さんこんにちは。日本語デイリーポッドキャストへようこそ。こんにちは、はるきです。ゆいです。ねえ、はるきさん。突然ですが、日本で大きいとか広いって言葉を聞いて、最初に思い浮かぶ場所ってどこですか？面白い質問だね。そうだな。やっぱり北海道かな。土地も広いし、道もまっすぐで長いし。ですよね。私もなんです。やっぱり北海道のイメージってそのスケールの大きさですよね。間違いないね。さて、今日はそんな大きな場所の話をする前に、いつものように少しだけ僕たちのチャンネルについて紹介させてください。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんのために自然な日本語の会話をお届けする番組です。はい。通勤や通学の途中、あるいは家でリラックスしながら友達の話を聞くような感じで気軽に楽しんでもらえたら嬉しいです。難しいことは考えず気楽に聞いてくださいね。ということで、さっきの質問に戻るけど、どうして急にそんなことを？実は最近テレビでドローンが撮った日本の映像を見たんです。空から見ると東京はビルばっかりだったんですけど、北海道の映像になった瞬間、もう緑と青の世界で、その広さに改めて感動しちゃって。なるほど。空からの映像だとその雄大さがもっとよくわかるよね。僕も見たことがあるけど本当にすごい。ですよね。だから今日はぜひその話をしたいなと思ったんです。ということで、今日のテーマはこれです。北海道の雄大な自然。いいテーマだね。北海道の自然は日本の他の場所とは全く違う魅力があるから。リスナーの皆さんは北海道の自然というと何をイメージしますか？雪ですか？それとも夏の花畑でしょうか？ぜひ今日の話を聞きながら皆さんが持っているイメージと比べてみてくださいね。きっと新しい発見があると思います。そうだね。じゃあ早速始めようか。さて、北海道の自然。ゆいちゃんは北海道には行ったことあるの？はい、あります。私は大学の夏休みに友達とレンタカーで旅行したんです。もう最高でした。へえ、夏か。夏の北海道もいいよね。どんなところが印象に残ってる？やっぱり富良野のラベンダー畑です。写真で見たことはあったんですけど、本物は全然違いました。もうどこまでも紫色の畑が広がっていて、風が吹くとラベンダーのいい香りがして。なるほど。視覚だけじゃなくて嗅覚でも楽しめるんだね。それは素敵だな。そうなんです。あと、美瑛の丘も感動しました。緑の丘とか、黄色い花の丘とか、パッチワークみたいにいろいろな色の畑が並んでいて、本当に絵本の中の世界みたいでした。あの風景は一生忘れられません。美瑛の風景は独特だよね。日本じゃないみたいだっていう人も多いし。まさに、ここは本当に日本って友達と何回も言いました。車で走っているだけで次から次へと美しい風景が見えるから全然飽きないんです。わかるな。北海道のドライブは移動そのものが目的になるよね。ただ北海道で運転するときちょっと注意しないといけないことがあるんだけど、知ってる？何ですか？スピードですか？それもそうだけど、距離の感覚かな。例えば本州に住んでいる僕たちが次の町まで100キロって聞くと、うわー遠いなって思うじゃない。思います思います。高速道路でも1時間以上かかりますもん。でも北海道に住んでいる人たちにとっては100キロはすぐそこっていう感覚なんだって。へえ、そうなんですか？感覚が違うんですね。そう。それだけ土地が広くて町と町の間が離れているんだ。だから地図で見ると近そうに見えても実際にはすごく時間がかかることがある。僕も初めて行った時、それで計画がめちゃくちゃになったことがあるよ。あはは、それは大事な文化的な豆知識ですね。確かに私たちの旅行も移動時間ばっかりでしたもん。でも、その移動中に見る大自然がまた良かったですけどね。夏の北海道は生命力にあふれてる感じがするよね。
動物とかは見なかった？見ました。キタキツネ。道路の横にいてびっくりしました。可愛かったです。あと、牧場で牛とか馬とかもたくさん見ました。のんびり草を食べていてすごく癒されました。それも北海道らしい風景だね。大自然の中で動物たちが暮らしているのが当たり前に見られる場所だから。はい。夏の北海道は本当に色が豊かで明るくて元気をもらえる場所だなって思いました。春樹さんは夏も行ったことありますよね。もちろん。僕も夏の北海道好きだよ。でも実は僕がもっと好きなのは全く違う顔を見せる冬の北海道なんだ。冬ですか？あんなに寒いのに？うん。その寒さこそが北海道の魅力だと思うんだよね。冬の北海道か。私のイメージはもうずっと雪、真っ白みたいな感じですけど、具体的にどんなところが魅力なんですか？まさにその真っ白な世界が魅力なんだよ。例えば、ゆいちゃんが夏に見た美瑛の丘あるでしょ？はい、あのカラフルな丘が。あれが冬になると全部雪に覆われて一つの巨大な白いキャンバスみたいになるんだ。夏とは全く違う風景。音も全部雪に吸収されて本当に静かな世界が広がってる。へえ、音がなくなるですか？想像できないです。うん。風の音以外何も聞こえない時もある。その静けさの中でただただ真っ白な風景を眺めていると、なんだか心が洗われるような気持ちになるんだ。わあ、なんだかロマンチックですね。でも寒くないんですか？マイナス10度とか20度とか。寒いよ。もちろんものすごく寒い。でもその寒さがあるからこそ見られる特別な風景があるんだ。例えばダイヤモンドダスト。ダイヤモンドダスト、聞いたことあります。空気中の水分が凍ってキラキラするやつですよね。そうそう。天気が良くてすごく寒い朝に見られるんだけど、太陽の光を浴びて空気全体が宝石みたいに輝くんだ。あれは本当に息を飲むほど美しいよ。わあ、見てみたい。息を飲むほど美しいか。あとは流氷もそうだね。遥か遠くの海から流れてきた氷が北海道の北の海を埋め尽くすんだ。その雄大な景色はここでしか見られないものだから。すみません、春樹さん。雄大ってちょっと難しい言葉ですね。どういう意味ですか？ごめん。そうだよね。簡単に言うと、とても大きくて広くて、見ているとすごいなーって感動するっていう感じかな。山の景色とか、広い海の景色とか、そういうものに使うことが多い言葉だね。なるほど。大きくて感動する風景。ありがとうございます。流氷を見てみたいな。テレビでしか見たことないです。冬の北海道は夏みたいに気軽にドライブっていうのは少し難しいけどね。道も凍るし。でもスキーやスノーボードみたいなウィンタースポーツも最高だよ。北海道の雪はパウダースノーって呼ばれていて、本当にサラサラで軽いんだ。あ、それも聞いたことあります。転んでも痛くないって。まあ痛い時は痛いけどね。でも滑り心地は全然違う。冬の大自然の中で体を動かすのもすごく気持ちがいいよ。話を聞いていると、冬の北海道も行ってみたくなりました。夏とは全然違う魅力があるんですね。夏のテーマが生命だとしたら、冬は静寂って感じですかね。その表現はすごくいいね。まさにそんな感じ。厳しい自然だけど、その分美しい。それが冬の北海道の魅力だと思う。夏のカラフルな風景も、冬の真っ白な風景も、どっちも魅力的ですね。選べないな。どっちもそれぞれの良さがあるからね。季節によって全く違う国に来たみたいに感じるのも北海道のすごいところだと思う。でも、春樹さん、夏と冬、どっちの季節にも共通する最高の魅力がありますよね。なんだろう？食べ物です。確かに、それは間違いない。
北海道は何を食べても美味しいですよね。夏に食べたトウモロコシとソフトクリーム、忘れられません。わかる。冬はやっぱり温かいラーメンとか新鮮なカニとか最高だよね。ジンギスカンもいいな。いいですね。海の幸も野菜も乳製品も全部美味しいなんてすごすぎます。やっぱり広くて豊かな大自然が美味しい食べ物を育ててくれるんですかね。そうだろうね。自然の恵みという言葉がぴったりだ。結局僕たちは美しい風景を見て美味しいものを食べて、それが一番の幸せなのかもね。ですね。お腹が空いてきました。北海道展どこかでやってないかな。じゃあこの話はここまでにしようか。さて、今日は北海道の自然について話してきましたが、そろそろ終わりの時間ですね。ゆいちゃんが話してくれた夏の北海道も、僕が話した冬の北海道も、それぞれの魅力が伝わっていたら嬉しいです。はい。私も春樹さんの話を聞いて、冬にも絶対行きたくなりました。じゃあ、ここで今日の会話から、皆さんの日本語学習に役立ちそうなフレーズを3つ選びました。今日のベストフレーズ3選です。お願いします。1つ目は、最初に思い浮かぶ。オープニングで、ゆいちゃんが最初に思い浮かぶ場所ってどこですかと聞いたように、何かを聞いて一番に頭の中に出てくるものを言うときに使えるフレーズです。2つ目は、息を飲むほど美しい。これは言葉が出ないくらいとてもとても美しいという意味です。僕がダイヤモンドダストを説明するときに使いました。本当に感動したときに使ってみてください。3つ目は、感覚が違う。北海道の距離の話で使いましたね。考え方や感じ方が普通とは違うという意味です。いろいろな場面で使える便利なフレーズですよ。もしこのエピソードが役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が僕たちの力になります。はい、お願いします。そして今日の会話のスクリプトは全部私たちのブログで読むことができますよ。復習にぜひ使ってくださいね。アドレスは japanesedailypodcast.blogspot.com です。今日のベストフレーズももちろん載っています。それでは最後にリスナーの皆さんへの質問です。皆さんは北海道の夏と冬、どっちに興味がありますか？あるいは北海道のどんなところに魅力を感じますか？ぜひコメントであなたの意見や北海道に関する小さなエピソードを教えてください。皆さんからのコメントは全部読んでいます。面白い質問やテーマはこれからのエピソードで取り上げるかもしれませんので、気軽に何でも書いてくださいね。はい、お待ちしてます。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。またねー。